皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、2日間にわたってクリスマスコフレ大量レビューメイク提案やっていきたいと思います。よかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。ということで、どうぞ。じゃじゃーん、見た目が一面ゴールド。クチュールミニクラッチの025番です。コレクターっていうカラーですね。自然光で撮っているんですが、ちょっとね、ラメがより分かりやすく見えたらいいなと思って夜撮ってみた感じがこんな感じです。めちゃめちゃ綺麗。普段使いに最高な4色になっています。宝石のようなジュエリーぐらいな結構ざっくりしてるラメももちろん今回も入っているし、すごくね、なんか滑らかな肌当たりでムラになりにくい私の大好きなこのマットカラーとかもね、めちゃくちゃ使いやすいブラウンカラーでセットされているので、どの色を使っても失敗がなさそうな感じのパレットになってるかなと思います。チップもいつも通り2本入っていて、両方についてるタイプのチップと片方だけのブラシがついてます。色キープ力がやっぱり他のブランドさんと比べてもかなり高いので、ベースのせなくても満足度高いです。ただしかし本当にこれはすぐ完売しそうなので、お早めにぜひチェックしてほしいです。ベースもファンデーションイヴ・サンローラン使ってます。したらですね、目の下にも同じカラーを仕込みます。仕込みメイクがね、やっぱりね好きですね。特にこういうブラウン系のメイクの時は普通っぽくなりすぎちゃうのは嫌なので、若干目の下もがっつり淡いブラウンをのせることで、なんかこうミステリアス感というか、そことこう個性も目の下を誇張することで出せるかなと思います。かわいいとこさ、余ったのでもうシャドウとか入れちゃっても全然変じゃない色なので、キラキラを早速使っていきます。ちょっとなんでしょうね、メタリックな感じかなと思います。装置の段階でもなんか存在感もちゃんとあります。これをベースで塗った後にこれを重ねてから、最後締め色としてポイントにこの色を重ねた方がなんか暗くなりすぎず、見せたい印象によって順番を変えればモードにも仕上がるし、優しい感じのブラウンメイクにも仕上がるよっていう。このツヤカラーめちゃくちゃ綺麗。したらまたすいません、また目の下にも同じツヤカラーをちっちゃいものをチップで中心に置いた後にサイドに涙袋が爆誕します。なんかいい感じにブラウンなので、暗すぎず明るすぎずで自然な涙袋ができてますね。ぷっくり見せてる。いいかも。すごく可愛いかも。このラメを先にのせたいと思います。この色はね、意外と色味自体が変わるっていうよりかは、ちょっとニュアンス、ピンクゴールドみたいな絶妙な色で、トム・フォードの単色アイシャドウのスフィンクスをもっとなんだろう、柔らかく普段使いに落とし込んだような、そんな感じです。はい。あ、待って、想像以上にピンク。伝わってますか、このピンク感。結構ピンクなので、本当にちょっとでもいいぐらい指で取って、中心のちょっと上目あたりにふわっとちょっとピンク味も足されて、大人綺麗なブラウンメイクになってる。うわー、なんかラメっていうのとまた違いますね。大粒のラメってさっきレビューの時に言っちゃったけど、装置の時大粒でもない。したら最後端が細いところにのせやすいブラシ、ほんとちっちゃいブラシに変えて、一番濃い色を、この一番濃い色もね、マットではなくちょっとねツヤが入ってるようなカラーなので、すごく良さそう。目の下に3分の1にまずのせて、で目の上もこの色で気をふんわりぼかして、ほんと乗ってるかな乗ってないかなぐらいな。はい、できました。こんな感じです。いかがですか？めちゃくちゃ良くないですか？私が思ったのはですね、やっぱり粉質がものすごくいいです。次、こちらじゃん。
この子だけ発売日が少し違いまして、11月の14日に全国数量限定発売だそうです。いくわよ。じゃーん。かわいい。こちらクチュールフェイスパレットです。チークとかハイライトとかブロンザーに使えそうな服色がセットされております。フェイスパレットっていうことなので、チークとかハイライトとかフェイス全体にはもちろん、私だったらアイシャドウとしてもね使えそうだなっていう風に思いました。これでシェーディングハイライトをやってみようかな。ちょっとこのさシェーディングカラーどんな感じになるのか楽しみじゃないですか。やっぱハイライトのカラーがちょっと優しめですよね。ものすごくこのハイライトカラーどっちもね使いやすそうな、そんな優しいハイライトになってます。めちゃくちゃ良くないですか？色はさ後から足したりとか土台に仕込ませたりとかできるから、こうやって割とこう落ち着いたハイライトをちゃんと入れてくれてるのが私的には嬉しいなって思います。若干心配なブロンズカラーをもうでっかいブラシに取って使ってみたいと思います。こちらはちなみに6プラスのパウダーブラシですね。普段はこれでパウダーをのせてるんですけど、こんぐらいでっかいふんわりしてるやつで取ってあげて、ふんわりこうのせた方が、こんぐらい大きいのでふんわりのせるとほんとこんぐらいがいいですね。ちょっとわかるかなぐらい。あ、なんか肩にニキビできてる。気づかなかったいやね、それこそこういう冬だけどちょっと肩出しますみたいな日にこういうねハイライトとかフェイスパレットぐらい大きいからこそ使える使い方ですけど、こうやって肩に塗ってあげると、あら不思議、鎖骨爆誕っていう感じですごいいいと思う。まあこれね正面からこう見た時はそんなに変わりないかもしれないけど、動いてる時に分かるんでね、ほら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 、いつもよりもなんか余計出てるみたいな、そんな感じにできますこのブロンジングカラーをなんか鼻先にのせたからシュッとしたありがたい。鼻削ってくれてありがとう。はい、すいません、いつもよりテンション高くてじゃあこことここを混ぜて使っていきます。これはラカのチークブラシです。でもノベルティだから単品売りは多分されてないやつです。最近は何回も言ってるから聞き飽きてるかもしれないんですけど、ブラウンアイシャドウ×ピンクチークにハマっているので、ちょっとピンクのねブーム来てますよ私。めっちゃツヤ綺麗じゃない？ピカーン。お肌の調子がちょっとものすごい勢いで悪いんですけど、アイス食べ過ぎたせいでだけどこれは毛穴を目立たせるピカン具合じゃない、なんか弾き飛ばしてくれるような背負い投げっていう感じのツヤ感。これはクリスマスメイクすぎない？どっちがいいかな。どっちもいいか、どっちもいいんだけど、こっちにしようかな。単品で取って鼻にもつけちゃいます。ゴールドっていうか、まあベージュっていうか、本当に繊細なベーシックなカラーを使います。たっぷりのせます。はぁ、事件です皆さん。めっちゃ綺麗。あ、でもあれだね、ここがさピンクのハイライトだったからピンクの方が合うわ。なんかこことここのハイライトカラーがびっくりするうちが。ということでこっちも混ぜますどっちでも可愛いけどメイクに合わせて使うといいかも。実際にもうさ光ってるところにのせちゃった方が話が早い。こう動いた時にここら辺光ってるなっていうところに追加でのせてあげると本当不自然じゃない場所につけられます。可愛いと思います。はい、もう大体使った、ここも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 使ってここも使ったので、このリンゴカラー以外はいろいろミックスして使いました。意外と捨て色がない。この色も全然別に使えます。お気に入り。これめっちゃ買う価値がある、すごく使いやすいパレットかなと思います。続きましてがですね、こちらのゴールドのシリーズに戻りましてリップやっていきたいと思います。今回ねリップのシリーズも結構豊富です。
まずですね、こちらキャンディーグレーズから限定2色発売されます。はい、キャンディーグレーズはカチカチカチってやって出てくるような、かなりクリーミーなもっちりした質感のリップです。こんな感じのすごく使いやすくてもっちりしてて、もうこれは1本でもね活躍しそうな発色しっかりしてるカラーですね。こちらもキャンディーグレーズなんですが、ラメが入ってるんですけど色はねついてないので、使う人を選ばない優しい、どちらかといえばツヤを足すようなリップクリーム代わりに使えるようなアイテムなので、ものすごくギフトにもおすすめかなと思います。そしてまずじゃあ22番から21番から分かんなくなっちゃう、21番からやってみます。すごいねとろっとしてる。21番こんな感じです。次、こちらこんな感じです。続きましてがですね、こちらじゃん、ラブシャインリップスティックの218番です。これまたねラメがすごい綺麗で、ちょっと別撮りでもね楽しくなっちゃって撮ってたんですけど、ザ・クリスマスレッドって感じですよね。滑らか。そうだそうだ、こういうやつだわ、ラブシャインは。ラメが入ってるので、これまたただの赤じゃなくて可愛い。全体的に塗った後に内側にプラスしてトンってのせてみました。こんな感じです。これまた可愛いです。赤リップ好きな人とかチェリーレッド好きな人とか、ヌーディー系のリップは持ってるからちょっと冒険したいなっていう方はこの色が一番今回の中で発色がいいんじゃないかなと思います。最後はじゃん、見てたリップの中で一番気になっていたこちらのグロスプランパー。この色が限定なのが惜しいっていうぐらいめちゃくちゃ可愛い2色が発売されます。まずですね、100番はちょっと白身ベージュみたいな感じのカラーですね。シアーなヌードベージュカラーに多色パールを配合してくれているようなベージュカラーになってます。アプリコットオレンジにピンクとかね、ピンクやオレンジの大粒ラメを入れてくれているようなハニーアプリコットカラーです。どっちもめちゃくちゃ可愛くて、私イヴ・サンローランのね今季っていうか今年発売されたアイテムの中でこのプランパーが一番今年使った気がしますね。飲食店に出してみるとこんな感じです。こちらもラメが入っててすごい綺麗ですよね。多色ラメなんですけど、なんか違和感のあるような変な色がいっぱい入ってるとかじゃなくて、もう必ずね上品に仕上げてくれるようなすごく優しげなミックスな、ラメたちなので、全然ね心配することなく使いやすい様子かなと思います。綺麗ですよね。このキャンディーグレーズの22番、これね注意なのが勢いよくやるとむっちりしてるからこう中の液体プランパーが飛んじゃったりとか服にねするので、ちょっとこうゆっくりめに気をつけて乗せてあげた方が、取ってあげた方がいいです。キャンディーグレーズだからツヤツヤしてるんですけど、追加でしかもなんか派手にしてもあんまりバレなそうな、なんかラメベースの色の変化なのですごく扱いやすそう。たっぷりさのせると、うちみたいなちょっと歯が出てるタイプとか派手にしやすい方はつきやすいと思うんですけど、ブルースとかそれでもなんかついたとしてもそんなに気にならなそうな色ですね。こっちの色もすごい可愛いと思う。こっちはなんかピンクとかと重ねたり、あと赤リップとね重ねるならこっちのホワイトな方が、ベージュのカラーの方が扱いやすいかなと思います。1本で使うよりもちょっとクリーミーさとか今年らしさも出てくれるし、やっぱプランピング効果があるのでぷっくり見せてくれていいですね。可愛いこの組み合わせも。マスカラとかもね純真作なんですけど、少し前にすごく気に入ったアイテムが発売されているので、せっかくだからサンローランで仕上げたいと思います。ラッシュクラッシュブラウン使ってきます。ロングもボリュームも叶えてくれるようなブラウンマスカラになってます。はい、パッケージもねやっぱイヴ・サンローランのマークがついてて上品なんですよ。結構ねのせ口はでけえのでやっぱ海外のアイテムって大きいですよね。一気にのせやすいので急いでる時は嬉しいけど素肌につかないように気をつけてください。これすごい1本で
ボリュームも長さも出るのでおすすめ。しかも意外と繊細なボリューム感で、おかしいだろかいっていうひじきみたいにはならないぐらいな繊細なボリューム感なのですごくいいです。しかもね、ブラウンなんですよ。結構こういうマスカラってブラックが多いと思うんですけど、このマスカラやっぱり綺麗。はい、次はですね、こちら同じこのマスカラと同じぐらいのタイミングで発売されてたリベレーティッドアイライナーウォータープルーフ11番のカラーがすごい可愛いんですよ。ドイツ製なんだろう。こんな感じのちょっとねメタリックっぽい感じなんですよね。すごく使いやすい、スルスルかけるようなので、逆側にこんな感じでブラシがついてて、スルスルっと描いた後にこうシャッと、ちょっと今時間経っちゃったかもしれない、シュッとすると綺麗に描けます。アイシャドウの延長線みたいなアイライナーをこういう感じでね引くことによってすごいこうやりすぎてない締めカラーができてめちゃくちゃいいと思います。あんまりイヴ・サンローランでアイライナー私買ったことなかったんですけど、今回使ってみてめちゃくちゃいいなってなった。なんか隠れ名品アイテムなんじゃないかな。これも新しいアイテムなんですけど、まだなんかそんなにバズったりとかみんな持ってる印象はないんですけど、なんかめちゃくちゃ良かった。良い。今年のイヴ・サンローランは毎年可愛いけど全部超使いやすいし、一個一個がなんかそれぞれの良さがありましたね。これとかもねすごい私の好み。プランパー本当にそんなにピリピリしないのにめっちゃぷっくりするんですよ。なんか他のブランドさんに負けないぐらい本当にぷっくりしてくれるので、ピリピリイコールぷっくりっていうのじゃないんだなっていう新しいプランパーの底力を見せてくれた感じで、あとはまあなんといってもこのフェイスパラ口が回らないフェイスパレットと、ミニクラッチですよね。どっちも本当に使いやすいし、見た目もねもうご覧の通り大優勝すぎるので、気になっていただいた方はぜひねチェックしてみてください。はい、2日目です。今日もやっていきたいと思います。今日はですね、シュウ上村のクリスマスコフレを使ってフルメイクしていきたいと思います。今年のシュウエムラのコラボレーションアイテムですね、ファイナルファンタジーだそうです。はい。ファイナルファンタジーは私ね、正直見たことがないんですけど、見たことがない方でも使いたくなるようなね、アイテムになっているので、早速紹介していきます。今はね、ベースとかシェーディング、ハイライトまで終わっていて、カラーものはまだ何も塗ってない状態です。まずですね、目玉商品かなと思うんですけど、こちらじゃん、クポクリスタルパレットを使っていきます。結構ね寒色系も多くセットされていて、今回のテーマのファイナルファンタジーのこのなんていうの宝石のなんかイメージになってるのかなっていうような、透明感あふれるような宝石みたいなキラキラがたくさんセットされているパレットになってます。めちゃくちゃ綺麗な色がたくさんあって、マットカラーがねここの2つしかなくて、あとはね結構ねザクザクのグリッターだったりとか、綺麗なねラメだったり、ちょっとパールっぽい感じだったりとか、それぞれ質感も異なるようなカラー展開になっていて、こちらも夜撮ってみるとこんな感じで本当に綺麗ですよね。1段目こんな感じで、ここの色が特にね大粒です。で2段目がこんな感じ。この偏光ラメの色もねすごい透明感あって可愛いです。3番目、はい、どの色もね結構キランキランですよね。色ががっつり出るのってここの3色ぐらい。あとここもちょっと光によってって感じだけど、だから意外とこうがっつりカラーメイクっていうよりかは繊細な透明感メイクになるんじゃないかなっていうような感じだけど、この使い方がねちょっと意外と使いやすいよって言われても、どう使えばいいんですかっていう感じに思うと思うので、ちょっと頑張ってみますまずですね、なんかこのキャラクターがいる可愛い名前なんだかわかんないんですけど、教えてくださいよかったら。ちょっと素人の私にはシルエットだけ見るとピカチュウっぽいなと思うんですけど、全体的にグレージュっぽい色を仕込みます。この色でちょっとグラデーションを作っちゃいたいなと思います。このパレットはさっきも言ったけどマットがね少ないんですよ。グラデー作り好きには若干もうちょっとマットが入ってて欲しかったなって思ったんですけど、逆を言えば一気に全色使うとかはちょっとねラメばっかりだから難しいんですけど、
シンプルにさここをベースでちょっと締め色っぽい色使いたかったらここで、他ラメ使いたかったらなんか無限の選択みたいなそんな感じで思えば、なんか迷う選択肢が意外とマットが少ないから、慣れちゃえば普段使いにもいけると思うんですよ。この2色自体はすごい個性がある色ってよりかはグレージュとボルドーっていう感じなので、意外となんかマットの選択肢が少ないからこそ使いやすい気がしている。はい、このマットの時点でまず広めに幅広に薄く全体にのせた後に、二重幅よりちょっと広めにより追加してのせていってグラデっぽく仕上げていきます。まず1色目の段階で。はい、そしたらですね、すいません、ちょっとやりたいメイクにするためにはちょっとグレーっぽい色が欲しかったんですけど、なんせねマットが2色しか入ってないので、ちょっと、こちら違うんですけど、アディクションの単色アイシャドウのこのザ・シングルアイシャドウネイキッドシアーの 004N 番セットしてるんですけど、こちら単色で買えるようになってるようなカラーです。すいませんね、急に違うやつ出てきてくの字に入れたらぼかします。ちょっと今日はっていうか今日も本気モードでちゃんとこのパレットをかっこよく活かしたいので頑張っていきます。なんかこういうちょっと難しいかもしれないなっていう色、パーソナルカラーとちょっと違うけど、でもこういう色あったら便利そうだなみたいな色は単色アイシャドウで用意しておくと本当に便利。いざという時にこういう色なかったっけと思ったら単色アイシャドウを見ればあるっていう安心感があります。パレットでさ得意じゃない雰囲気のパレットを買っちゃうのはさちょっと怖いじゃないですか。だけど1色だけだったらロースも減るしいいと思います。こんな感じでちょっとモードな感じになりましたね。いいと思います。そしたらここの締め色カラーですね、こちらのカラーを取って目の下に使っていきます。ちょっと優しくふんわりのせていきます。シューはね発色がいいからちょっとずつの方が失敗しにくい。土台のメイクができました。こっからキラキラをいっぱい仕込んでいきます。ここのカラーをまず目の中央あたりにのせていきます。結構ザクザクだから緊張するんだけどいきます。おー、ちょっと待って、アップにしたい。やばくないこの色。うわー、そうね、こんぐらいの方がいいかも。なんかちょっと調子乗ってつけすぎた。ほんとちょんって、この色も発色めっちゃいいのでちょんぐらいでいいです。こんぐらいで十分。はい、ちょっとこっちつけすぎたな。したらせっかくなのでここのカラー、ブルーっぽいカラーも使って、こうマーブルっぽくなってるから取る場所によって色変わりそう。こちらでこうちょっと目の際を若干ブルーを足します。さっきのせたグレーよりも少なめの幅で二重幅の内側にのせる感じですね。いいんじゃないですか。でまだ全然やります。もっとやります。次はですね、目の下ですね。目の下もブルーでバーってやりすぎちゃうと難易度高くなっちゃう。下はこちらのちょっとブラウンベージュっぽい色。この色めっちゃ使いやすくて可愛いと思う。めっちゃ可愛いこの色。涙袋にぴったり。目のこの目頭のところにこっちのイエローゴールドカラーを取ってちょっと目頭に、うわめちゃくちゃ綺麗。これはいいわ。ここに入れて正解。なんかこうギラギラすぎない、馴染みやすいシャンパンゴールドだ。なんかゴールドだったりグレーだったりブルーだったりすごいカラーメイクをしまくってると思うんですけど今。でもね一個一個がやっぱ透明感ある色だからそんなに意外と喧嘩しないんですよね。めっちゃこの色綺麗。最後ちょっとアイライナーっぽくここのまたマーブルカラー、この色ねちょっとツヤも出るんですけど結構しっかり色も乗った気がするので、ニュアンス足しつつ
ラインを入れます。アイシャドウブラシセットみたいなやつに入ってたブラシですね。結構ブラシはいろいろ試したいので定期的に買います。本当はね、最後にここのグリッターゴリゴリカラーをのせたいんですけど、実はまだこれで終わりじゃなくて、単色アイシャドウも紹介したいものがあって、この上からまた足したいなと思っているので、一旦このパレットはこれぐらいで終わりにしたいと思います。グレージュ使ったからちょっとスモーキーにも寄ってますけど、ブルーをあえて使わなければ普段使いにも全然使えそうなパレットだなという印象です。まだあります、アイシャドウ。こちらじゃん、シュエムラクラッシュドジェムのクポパープルです。はい、こちら単色アイシャドウなんですけど、2色限定で発売されます。めっちゃ可愛いんだよね、どっちも。はい、アップで見るとこんな感じです。パープルが出るかって言ったらそうでもなくて、光に当たったらちょっとパープルグリーンみたいな、エメラルドみたいな不思議な色に光ってくれるっていうぐらいなので、意外とね、組み合わせに困らず使いやすいんじゃないかなって思います。遠くから見てもさ、馴染んでませんか？かなり好きです。こっち行きます。はあ、きれい。こちら重ねた方、重ねてない方です。ちょっと似てるね、色。のせ心地的にはね、ザクザクしてたりとかジャリジャリしてたりとか、目の上に重たくこうペタって乗るっていうような、そんなねしっとりテクスチャーとかではなく、意外と小粒なサラッサラなテクスチャーなので、上に重ねてもそんなに負担が増えたりとかする感覚もなくて、すごくのせ心地もいいです。はい、そして最後リップなんですけど、3種類発売されます。まずですね、絹ケアヌードグリームです。グリームって書いてあるだけあって、ギラギララメのね可愛い色になってます。ドーンベージュとリミットブレイクコーラルの2色が発売されるんですが、今回私はドーンベージュの方を紹介していきます。もうね、結構ザクザクに表面がね、もうラメでザクザクしてるの分かりますよね。でも意外と肌当たりは滑らかで、全然ラメが当たるっていう感じはないです。このシリーズはね、すごく薄付きなので、ナチュラル志向の方はこれすっごい好きだと思う。はい、こんな感じです。すんごいね、オイリーというか重くはないんですけど、すごい軽いんですけど、ほんとスルスルって唇の上で溶けるような、そんな質感のリップになっていて、なんかすっごく薄膜なんですけど、なんかすっごい軽いオイルで一層保護されてるような、そんな感覚のリップですね。ブルーとかパープルに輝く偏光ラメが入っているので、プランピング効果とかはもちろんない普通のリップなんですけど、縦じわをなんか飛ばしてくれるような、そんな見た目のリップになってます。はい、そして最後ですね、こちらがスペシャルリップっていう名前、すごいね。エーテルヌードっていうカラーです。表面にねラメはついてるんですけど、リップの中自体になんかこう練り込まれてる感じではないかなと思いますね。ヌードピーチカラーって書いてあるけど、どうかな、なんかちょっとオレンジ味に寄ってる気しない？私がすっごい好きなマットのつけ心地、めっちゃ使いやすい。なんかちゃんと考えてくれてる。ヌードカラーって書いてあるけど、くすみすぎないというかベージュすぎないというか、ちゃんとコーラル味も入っているので、普段使いにもぴったりだし、優しげな印象になるかなと思います。ちょっとせっかくだからさ、チークもこれで仕上げちゃおうかな。この質感だからこその使い方ですよね。ちょっとじゃあ最後、整えて戻ってきたいと思います。じゃあね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こんな感じで2日目のシュエムラメイク完成でございます。めちゃくちゃ可愛くないですか？なんかちょっとカラコンさっき入れてみたりとかしてね、ちょっと振り切ってみようかななんて思ってやってみたりもしたんですけど、それもね全然ちょっとこうイベントの時とかっていうか、これ今ちょっと裸眼なんですけど、こんな感じでそのままの感じでもそんなに変じゃなくないですか？はい、マスカラとかもちょっと黒のマスカラして、でもなんかそんなバチバチにまつげバーンみたいな感じでもなく、さりげなくっていう感じなので、
いいんじゃないでしょうか。ブルーも。はい、っていうことで今回はこんな感じで2ブランドを2日間にかけてメイク提案してみました。どっちもね全然違う雰囲気に仕上がったんじゃないかなと思うんですけど、どちらが好みでしょうか。ハンサム系 vs ちょっとガーリー系みたいな感じにしてみました。はい、どっちもね私も好みなので、もう本当に気分によってね、同じ顔でもこんなに、違う感じにできるんだぞっていうのを表現できていたら嬉しいです。皆さんの今年のクリスマスコフレの何買うか検討しているお話もぜひ聞きたいので、私これ予約したよとかこれ買ったよっていうアイテムあればぜひコメントで教えてください。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。いつもコメントありがとうございます。またインスタグラムやツイッターじゃないんだよね。またインスタグラムや X、スレッズ、レッドなどなどいろいろやっておりますので、よかったらそちらの方もチェックよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。